今日私が試乗しているのはスズキの GSX1300R はやぶさです。はやぶさとは言ってもただのはやぶさではなくて、兵庫県尼崎市に本拠地を構えるアドバンテージがフルカスタムしたはやぶさに乗っています。アドバンテージといえば車体周り、足回りのスペシャリストとして非常に有名なわけですけれども、今日はですね、そういった名チューナーが徹底的に手を入れたマシンに乗ると一体どんな感じがするのか、そのあたりを中心にカスタムバイクのインプレッションとしてお届けしたいと思います。エンジン、そしてメインフレームはノーマルということで、スタンダードの車両に準ずるということなんですけれども、乗り始めてですね、すぐに分かったのが、乗り心地が非常にいいなということです。まずフロントフォークなんですけれども、アドバンテージ KYB の倒立フロントフォーク、インナーチューブ径は 43mm、ストロークは 120mm ということで、インナーチューブ表面の DLC、ダイヤモンドライクカーボン処理のほか、サスペンション内部の修道部、パーツとパーツがすり合う部分ですね、そういった部分には鹿島コート処理が施されているということで、一般的なバイクではありえないような動きの良さが味わえるようになっています。そしてリアサスペンションユニットなんですけれども、こちらもアドバンテージ KYB のこのはやぶさ専用のスペシャルで、フロントフォーク同様、サスペンションの内部、修道部には鹿島コート処理がこちらも施されているということで、とにかくサスペンションに絡むありとあらゆるフリクションに徹底的に対策がなされているということで、それがですね、非常にこの柔らかで快適な乗り心地を生み出しているんじゃないかなと、そんな風に感じます。例えば高速道路のちょっと大きめのつなぎ目、ギャップを乗り越えたとしても、前後のタイヤが路面から全く離れようとしない、そういう感覚が非常に強く、私もこれまでいろいろなオートバイに乗ってきましたけれども、これだけロードホールディングのいいオートバイというのはちょっと記憶にないなと感じるぐらい、ロードホールディングが素晴らしいです。これはですね、サスペンションだけではなくて、おそらく前後に装着されたマグネシウムの単造ホイールですけれども、これによるところも大きいんじゃないかなと、そういう気がします。この前後のマグネシウムホイールはアドバンテージイグザクトのマグネシウム単造ホイールとなっているわけですけれども、ただ単に軽いわけではなくて、特にフロント、理想的なハンドリングをもたらすためにリムの重さを調整してあるということで、アドバンテージならではの非常にハンドリングに対する深い造形、そういったものが感じられる仕上がりとなっています。あと車体関連でいうと 7N01 という非常に高価なレーシングパーツの素材としてよく使われるジュラルミン素材なんですけれども、それで作り出したリアスイングアームの後端部分を溶接し直してあるということで、リアアクセル周り、そういった部分にですね、非常に深いこだわりを見せるアドバンテージらしい仕上がりだなと、このように感じます。もう一つの特徴がクラッチです。FCC 製のトラクションコントロールクラッチを内蔵しています。電子的なデバイスによってトラクションをコントロールする、そういうクラッチではなくて、あくまでもクラッチの基本的な精度であったりとかフィーリング、そういったものを徹底的に追求した構成としてはオーソドックスなクラッチとなっているんですけれども、実はこのクラッチが非常に絶品で、つながりがリニア、切れもですね、どちらかというと簡式クラッチのようにスパッと切れる感じです。マフラーはですね、アドバンテージのオールチタン製のスリップオンサイレンサーを採用しています。アドバンテージのロゴが刻まれた名板までもチタンでできているという正真正銘のオールチタンサイレンサーなんですけれども、ピークパワーは3馬力程度しかパワーアップを狙っていないということなんですけれども、その代わり非常に低中速、この辺りを重視したチューニングとなっていて、排気音自体は非常に静かなんですけれども、このようにパカッと開ければ
即座にエンジンがレスポンスするというこのはやぶさの良さ、そして足回りの良さが引き出すチューニングとなっているわけですけれども、それ以外にも左右トータルで10キロも軽量化されていて、高速道路上での車線変更、そしてワインディングでの切り返しなど、こういった時にですね、非常に大きな武器になるんじゃないかなと、そんな気がします。はい、いよいよですね、アドバンテージがフルカスタムを施したはやぶさで、いつものワインディングを走り始めたんですけれども、こういったワインディングに持ち込むとですね、前後の足回りのロードホールディングの良さ、やはり市販車とは全く次元の違うものだなと分かります。一見するとですね、こう真っ平らに見えるんですけれども、路面にはですね、数々のギャップ、そしてアンジュレーション、凹凸があるわけですけれども、このはやぶさの前後足回り、これがですね、タイヤを非常に強く路面に押し付けているのがよくわかります。乗り心地はですね、ワインディングに持ち込んでも相変わらずいいんですけれども、こういったですね、例えばゼブラの塗装、路面追従性としては厳しい場所でも、前後のタイヤが路面から離れようとしない、そういう感覚が強いです。強く感じる点がもう1点、やはりこのブレーキの素晴らしさです。JSB1000 であったりとか、ワールドスーパーバイク、そういったレースマシンなどとほとんど同じ仕様となっているわけですけれども、レーサーの方はこんなに扱いやすいブレーキを使っているのかという感じで、ちょっと羨ましくなるような感じすらあります。フロントはですね、近年のレースマシンと同じように、ピンを使わずにフローティングさせているタイプです。ディスクの直径は 320mm ということで、効きも非常に素晴らしいです。そしてリアもですね、フローティングディスクとなっていて、私のようにリアブレーキを多用するライダーにとっては非常にありがたい装備だなと、そういう感じがします。キャリパーの方も前後アドバンテージ日清のスペシャルとなっていて、フロントはですね、アドバンテージ日清の削り出しのキャリパーとなっています。リアも同様にですね、アドバンテージ日清の削り出しとなっていて、こういったですね、レースマシンと同等のディスク、そしてキャリパーなどによって前後のブレーキ非常に扱いやすく、なおかつ強力です。フロントがですね、やはり素晴らしいですね。非常に微妙なタッチを汲み取ってくれる、そういうブレーキになっているので、フロントブレーキを少し残したままコーナーに進入して、スッとリリースしていく、そういったことも自由自在にできるようになっています。リアブレーキはですね、スーパースポーツ、おそらくそしてレーシングマシンもそうなんでしょうけれども、制動力自体はですね、それほど強くはないんですけれども、やはりコントロール性自体は非常に素晴らしいです。私は結構リアブレーキ引きずってる時間が長い方なんで、バイクによってはですね、ブレーキのタッチが変わってしまったりとか、効きが変わってしまったりとか、そういうことがよくあるわけですけれども、そういったことが全くないので、こういったワインディング、非常に安全マージンを取りながら楽しく走ることができます。こういったですね、素晴らしいブレーキ性能、当然ですね、足回りの出来の良さと密接に関連しているわけですけれども、さすがにですね、名チューナーが足回りのありとあらゆるフリクションに対策を施して、それに合ったブレーキ、これをですね、厳選して装着しているということで、こういったですね、足回りの動き、そしてブレーキの効き、そしてコントロール性、こういったものはやはり普通の市販車とは全く別次元のものだと言えると思います。FCC のトラクションコントロールクラッチですけれども、こちらの方も非常に素晴らしいです。ワインディングに入ると当然、クラッチの断続多く発生するわけですけれども、レバーをほんのちょっと引くだけでスパッと切れてギアチェンジが可能という感じでですね、こちらの方もですね、レーシングマシンと同じようなスペックでチューニングを施されたクラッチはこれほどまでに気持ちいいのかというぐらい扱いやすいクラッチになってます。アドバンテージの中西が、インタビューに答えてくれたんですけれども、ホイールに関して言えば、ただ軽くすればいいというものではないと。例えばそのリムの部分、これをいたずらに軽くしてしまうと、ライダーの意思よりも行き過ぎてしまうような軽いハンドリングになってしまうということで、アドバンテージグダクトの前後のマグネシウム単造ホイール、これはですね、リムの重さまで非常に気を配って設計されているということで、確かにですね、ライダーの意思に忠実にフロントがレスポンスしてくれているのがよくわかります。アドバンテージのカスタマイズの方向性は、今のオートバイは車体周り、足回り、そしてブレーキ周りで走るということがテーマとなっているそうなんですけれども、このアドバンテージのこのはやぶさに乗ると、そういったテーマがですね、非常によく具現化されているなというのが、アベレージライダーである私にもよくわかります。例えばこういった足回り、ブレーキ周り、そして車体周り、市販車の場合コストダウンの対象ともなりがちなわけで、そういった部分に、ちゃんとした、カスタマイズによるコストをかけていく、
そういったことでオートバイの性能がもっともっと上がるというのは正しい考え方なんじゃないかなと、個人的にはそう思います。こういったですね、足回りのカスタマイズ、ブレーキ周りのカスタマイズ、車体関連のカスタマイズに興味のおありの方は、ぜひですねアドバンテージに相談されることをお勧めします。